for the insane elbow. Driving Lynch through the table. Oh my God. Sane, oh, the insane elbow, but the damage to the right arm. Now he's saying sacrifice the Insane elbow. There it is. こんにちは。私の名前はヨウムです。永遠のヒロインチャンネルにようこそ。俺はマリサだ。一体何が始まったんだ？このチャンネルは昔のアニメのヒロインを解説してたはずなのに。私がウプ主の佐野次郎というものだ。至って単純な話だよ。実は私は大のプロレスファンだったのだ。だから今回は私の大好きなレスラーを解説する。めちゃくちゃコンセプトから逸脱していますね。俺、プロレスなんて全然知らないぞ。だから私が解説するよ。プロレス知らない人にもわかるように丁寧に教える。私は結構見てますよ。面白いですよね。WWE。日本では新日本プロレス一強の時代が長かったんだけど、最近は WWE 見る人も増えているんだ。なあ、この船はどこに向かっているんだ？アメリカだよ。アメリカ？ WWE はアメリカのプロレス団体ですもんね。そう、世界随一のプロレス団体でもある。その WWE で大活躍している選手について、アメリカに着く前に教えてあげよう。実験的に、今回は英語字幕に対応してます。外国のファンにも見てもらえるかもしれないので。そんなに有名な選手なのか？このジャンルの中では有名だよ。一応説明しておくと、日本ではこういうのが流行ってるんだ。海外の視聴者には馴染みがないだろうけどね。外国の YouTuber でゆっくり解説しているやつなんていないもんな。あっちはみんな顔出して解説してますよね。日本人はなぜか顔出さない人が多いんですよね。文化の違いだね。日本で顔出してる解説者は少数派。日本人は基本的にシャイだから、前置きが長くなった。今回のメインヒロインを紹介するよん。世界を旅する海賊王女、カイリセイン。笑顔が素敵ですね。海賊？プロレスラーじゃないのか？そういうギミックだ。当たり前だが、実際に海賊狩猟を行っているわけではない。舵とか傘とか、帰りって小道具持ってるからわかりやすいんですよね。そんなもん持って戦ったら反則なんじゃないのか？入場する時だけだよ。小道具持っているのは。日本でも蝶野さんの入場とか大人気でしたもんね。プロレスは入場から戦いが始まっているんですよ。そう、いかにかっこよく入場できるかが人気の秘訣だったりする。へえ。帰りの生い立ちから行こう。彼女は1988年、日本の山口県で生まれた。日本の西の方ですね。幼い頃から好奇心旺盛な性格だったらしい。あと、幼稚園の時に、テレビでジャイアント馬場のプロレスを見ている。あ、馬場さんなら俺も知っている。昔、クイズ番組に出てた。じゃあ、帰りって全日本プロレスのファンなんですか？いいや、幼い頃にテレビでちょっと見てただけだよ。成長するにつれプロレス番組も見なくなっちゃう。帰りは田舎に住む平凡な女の子だったんだ。中学の時に友達に誘われて、文化祭で演劇をやってる。その時に表現することの楽しさを知ったらしい。あるよな、そういう学校のイベント。子供の素人芸なんだけど妙に面白いんだ。高校で帰りはヨット部に入るんだ。部活でヨットって珍しいですね。日本は海に囲まれているけど、あんまり聞いたことないな。そもそも船って高価なもんだし、学校所有なのかな？調べてみたら、意外に結構存在するみたい。東京にも3校あるとか。そんな高校あるんだ。知らなかったぜ。帰りは海が大好きなんだ。
勉強は学校の授業中に全部やっちゃう。放課後はヨットで海へ。豪快な高校生活ですね。ヨットは命の危険も伴うスポーツだ。始めた頃はギリだったんだけど、高3の時にはインターハイで2位になったそうだよ。高校生の中では日本2位ですか。それはすごい。得意な科目は世界史。好きなテレビ番組は、世界不思議発見。帰りは世界遺産とかに興味あって、黒柳徹子さんのファンなんだって。面白いよな、徹子さん。もうすごい高齢だけど、未だに現役だもんな。徹子さんはユニセフの親善大使としても活動している。帰りはそんな徹子さんを尊敬しているんだ。日本にチャリティーとかを広めた第一人者ですもんね。高校卒業後、帰りは東京の法政大学に入る。大学在籍中もヨットで世界選手権に出てるね。読めたぜ。彼女は大学卒業後、海賊団に就職するんだろう？海賊団に就職って何ですか？そもそも現代の日本に海賊なんかいませんよ。冗談だよ。大学在籍中に帰りは就職活動して内定を得る。面接では、笑顔が素敵ですねって褒められたって。想像つきます。就職する会社も決まると、卒業まで暇なんだ。それで帰りは友達に誘われて舞台に出るんだよ。演劇好きなんだな。それがたまたまプロレスをテーマにした舞台でね。帰りは役作りのためにプロレスを見に行くんだ。見に行った団体はスターダムだった。生まれて初めて見る女子プロレスに、帰りは衝撃を受ける。私と同じくらいの年か、私より若い可愛い女の子が、顔をぐちゃぐちゃにして殴り合っている。当時のスターダムはまだまだ初期。全日本女子プロレスの倒産、ガイアジャパンの解散などもあって、日本のこの産業は社用だったんです。2011年当時は女子プロレス暗黒時代だったんですよね。それでも、高橋七重、相川柚月、岩谷真由、鹿島咲などが熱い戦いを繰り広げていたんだよ。すごい。帰りはスターダム GM の風花に正直な感想を告げ、練習生としてスターダムに参加するようになるんだ。風花さんはプロレスラーとして一時代を築いたんですが、この頃にはすでに引退してたんですよね。綺麗な女性だな。芸能活動もしていたからね。引退後もスターダム誕生に大きく関わっている。それにしても簡単に入団できるんだな、プロレスって。この頃のスターダムは弱小団体だからね。帰りみたいな女子が他にも4人いたんだ。今回、帰り役を演じる村瀬です。私が帰りだと思ってみてくださいね。帰りはスターダムの練習に参加するんだけど、初めはマット運動や受け身などの基礎もできなかったらしい。格闘技経験ゼロですもんね。普通に考えて、柔道とか空手やってた人の方が有利ですよね。左が帰りだな。右は誰だ？正月夏美。帰りと同じく練習生だよ。帰りはスターダムの寮に入って生活するようになる。4畳くらいの部屋で、帰りと正月は2人で生活していたんだって。それは狭いな。身長の低い帰りでも立ったら頭が天井にぶつかっちゃうような部屋だったんだって。人間が生活する部屋なのか、そこは？帰り全員の身長は155センチです。体重は50キロくらいですね。日本人の平均身長より低いですね。顔も子供っぽい。これで大学生？中学生にも見えます。アジア人には実年齢より若く見られるタイプが多い。帰りもその中の一人だね。チビで童顔。帰りたち5人の練習生は団体の雑用もしながら練習に励むよ。そして、数ヶ月後、プロテストが行われる。これに合格できればプロレスラーだ。プロになれば、練習だけでなく、試合に出られるんだな。いた。緊張しすぎたのか、帰りは呼吸もうまくできない。練習ではできていたロープワークも足がつってできない。では、プロテスト合格者を発表します。正月夏美、遥か優里、安川悪人、安住、以上。私の人生、終わった。このじいさんは？ロッシー小川ですね。日本女子プロレス界の裏方として高名な人物です。彼は発足当時のスターダムの社長でもある。余談だけど、この時の合格者であるスターダム3期生は特に優秀でね。13年後の現在も、全員現役のプロレスラーとして活躍しているんだよ。追試をやります。今から。社長の一声で、当初の予定になかった追試テストが行われることに。一人だけ不合格だった帰りは、先輩の鹿島咲とスパーリングをするんだ。帰りはがむしゃらに先輩に立ち向かっていき、追試で合格。かろうじてプロレスラーになれたんだよ。おお、やりましたね。このじいさんがいなかったら、プロになれなかったんじゃないか？プロレスラーって言っても、ひょっとして一番弱いんじゃ。事実、帰りは3期生の落ちこぼれだったからね。デビュー戦の相手は誰がいい？ゆずきさんがいいです。2012年1月7日、北条帰り、デビュー戦。相手は相川ゆずきだよ。めっちゃ緊張していますね。いきなり鼻血出してるぞ。そりゃゆずぽんは当時スターダムのエースだったからね。一番下っ端が一番上の人間と戦うようなもん。オラー。お、スピアー。これは怒りって技。
変形のボストンクラブ。帰りのオリジナル技。デビュー戦でオリジナルホールド持っていたんですか？後年はもっとブリッジを効かせる技になるんだけど、この時はまだそうなっていない。コスチュームのお尻の箇所に注目してほしい。これは、船で使う怒りのマークだな。デビュー戦から帰りは海賊キャラだったんだ。スピアーとか回転式ネックブリーカーとか、デビュー戦で使った技を今でも使用しているんだよ。一つ一つの技を大事に使っているんですね。帰りは試合前、ユズボンに、私はエルボーにこだわりたい。と言っていたんだ。だからユズボンのキックと帰りのエルボーがぶつかり合うシーンもあった。帰りといえばエルボーですけど、デビュー前からそんなことまで決めていたんですか？インセインエルボーはさすがにまだないけどね。熱戦の末、必殺のユズボンキックを食らって、帰りは敗北する。うわ、痛そう。顔にもろに入ってるぜ。ほうちゃん、起きて。負けて泣きじゃくる帰りに向かって、ユズボンは声をかける。デビュー、おめでとうございます。ほうちゃんは本当にごく普通の女の子だと思って戦ったんですが、リングに上がると、私と同じような匂いがしました。そうですよね。観客の大歓声。負けはしたものの、帰りの全力ファイトはプロレスファンの心に大きく響いたんだよ。鼻血出しながらも一生懸命戦ってたもんな。約2ヶ月後の岩谷真由戦を見てみよう。お、ダイビングエルボードロップ。帰りの代名詞だね。インセインエルボーと呼ばれるのは WWE に行ってから。この技、えぐいなぁ。デビュー後わずか2ヶ月で、怒りが完成している。なんと1期生の岩谷から勝利をもぎ取っている。ダイビングエルボードロップって、こんな初期から使っていたんですね。彼女はデビュー直後から使う技を決めて、一つ一つ、大事に磨いていったんだ。デビューから1年後、ユズボンの持つ白いベルトに帰りが挑戦する。STF、ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック。結果は惨敗。帰りはデビュー戦は高く評価されたものの、その後しばらく空回りを続けて低迷するんだ。ユズボンって選手、綺麗なだけじゃなくて強いんだな。さすがチャンピオンって風格があるぜ。2013年4月、師匠ユズボンの引退興行が開催される。帰りは正月と組んで、タッグの王者に挑むんだ。同期コンビだな。タッグマッチはプロレスならではの面白さがあるんですよね。ところが、ベテランの木村京子にボコボコにされ、もろに食らってるなぁ。ダブルのスピアーに行くはずが、こけて失敗。あちゃー。ヘイリーのジャーマンは横に崩れて頭から落ちる始末。かける方の技量もありますけど、受け身に失敗してますね。試合は終始、木村ヘイリー組のペース。最後は丸め込んでなんとかカウント3を取ったものの、お世辞にも褒められる試合内容ではなかった。勝ったんならいいじゃん。他のスポーツと違って、プロレスは勝ち負けだけではないんです。面白い試合を見せないとダメなんですよ。勝ってタッグ王者になったのに、この表情。試合内容に満足していないんですね。この後、正月と二人で歌い始める。正月は歌上手。ぶっちゃけ、帰りは下手。プロレスってコンサートもするのか。団体にもよりますけど、試合前とか試合がない選手が歌うのは稀にありますね。試合直後はないです。普通は。激戦の直後だから息継ぎもうまくできていない。スターダムのワールドワンダーリングっていう CD に、宝生天女の未来のスターダムって歌が収録されている。帰りの歌声が気になる人は聞いてみてくれ。あっと、宝生天女は正月と帰りのチーム名だよ。帰りにとっては黒歴史でしょうけどね。ひどい試合しちゃった。帰りはその日から1週間も泣き続けたという。タッグチャンピオンがそんな弱気でどうするんだよ。尊敬するユズボンの最後の興行でポカやらかしたっていうのが、強い自責に繋がってるんでしょうね。私、プロレスに向いてない。この時、どん底に沈んでいた帰りは、ある人物のブログにメッセージを送るんだ。その人物とは、ブル中野。プロレス知らない俺でも名前は聞いたことある。日本の女子プロレス発展に最も貢献したレジェンドですよ。とっくの昔に引退しているはずですけど。悩んでます。自分、このままじゃ、一生、上に上がれない。どうしたらいいのか、自分の中で答えが見つからないので、ヒントだけでもいいので、中野さんから何かアドバイスをいただけたら嬉しいです。返事なくても構わないので、読んでいただけたら嬉しいです。帰りってブル中野と接点ありましたっけ？そもそも世代が離れすぎているような。一応同僚だし、挨拶くらいはしたことあったみたい。でも会話すらろくにしたことない希薄な関係。自分が何になりたいのかをしっかり決めていないから、そこに今、向かっていない。
あなたがなりたいように描いたものに必ずなれるし、それを想像しなければ実現できないから、でも必ずイメージを自分で持てば、実現できるから、大丈夫。ブルさんからの返信だ。カイリはその文章を印刷して、お守りのように持ち歩くようになる。何度も読み返したに違いないよ。後年になってブル中野との対談中に、その時のことを思い出して、急に号泣しだしたくらいだもの。イメージトレーニングだな。優秀なスポーツ選手は、みんなやってるとか、効果あるらしいぞ。カイリからのメッセージを読んだ時、この人は絶対上に行くだろう、と思った。だからきちんと返信したんですね。特に付き合いのない若手からのメッセージなんてスルーしてもいいのに。自分には才能がないと思ってた。そこから変わった。先輩にもどんどん質問して、お願いして、それまで以上に練習にも付き合ってもらうようになった。いい傾向だぜ。チャンピオンは強くなくちゃ。精神的にも。いや、それから正月が怪我したので、タッグのベルトは残念ながら返上になっちゃうんだ。しかし、カイリの人生を変える、もう一つの出来事が2013年の11月に起きている。大人気テレビ番組、世界不思議発見に、出演が決まったんだ。子供の時から見ていた大好きな番組に出演か。それはすごいな。プロレスラーだから出れたのか？一般公募で、7000通以上の応募の中から選ばれたそうだよ。ちなみに撮影場所はメキシコね。とてつもない強運ですね。なんて行動力なんだ。カイリからその話を聞いたロッシーは、自分もついていくことを決意。彼はメキシコのプロレス団体にも顔がつくからね。撮影の合間にカイリがメキシコで試合できるように、ロッシーは大至急で手配したんだ。やり手だな。さすが社長だぜ。初めてのメキシコ。カイリはミステリーハンターとして、メキシコの魅力をレポートしていく。ソンブレロが似合いますね。ロッシーの計らいで、メキシコのレジェンド、ドスカラスからコーチしてもらうことになる。ああ、メキシコもプロレスが盛んなんですよね。ルチャリブレって呼ばれる独特のスタイルで。どうせ撮影の合間に短時間練習しただけだろ？確かに短時間だったし、その内容は基礎的なものだった。でも、直に現地のレジェンドに教えてもらえたことが大きいんだ。カイリはこの土地で、ある着想を得る。今まで私は、受け身をどう取るか、とか考えて飛んでいた。どうにでもなれ。何も考えずに飛んでみよう。これがその時にメキシコで行われた試合だよ。マスクかぶってたぞ。メキシコはマスクかぶるレスラーが多いんですよ。ダイビングエルボードロップは、かける方も特殊な受け身が必要なんだ。下手に飛ぶと、自分の肘を怪我してしまうからね。だからカイリはいつも受け身のことを考えてダイビングエルボードロップをしていた。それが普通でしょう。あんなの、素人が真似したら、自分が怪我するか相手に怪我させるかですよ。メキシコの空気に触れたカイリは、それまでとは違うダイビングエルボードロップを放ったんだ。両足を上に伸ばして飛んだら、受け身も取りやすいし、体重が自然と肘に乗った、と、後年になってユズポンとの対談で明かしているよ。もしも世界不思議発見に出ていなかったら、メキシコ行くこともなくて、帰りは二流のまま終わってたかもしれないな。そう考えると、一つの出来事が人生を変えるって本当にあるんだな。一応検証してみよう。これがメキシコ行く前のダイビングエルボードロップ。足は横を向いてますね。こっちがメキシコの試合。これ、カメラワークが悪いし、レフリーも邪魔なんだけど。よく見ると、足が上を向いているのがわかります。コツを掴んだ帰りだけど、それで一気に飛躍できたわけじゃなかった。彼女はコツコツと努力して、技の精度を地道に高めていくんだ。ローマは一日にしてならず、だな。ファッション。帰りの成長に大きく関わった人物がいる。高橋七重。全日本女子プロレスの生き残り。帰りは七重とのタッグで、久しぶりにタッグのベルトを巻いたんだ。7回りですよね。スターダムの名タッグチームでした。その七重と、5スターグランプリで帰りは戦うことになるんだ。思いっきり蹴られてるな。ファッションが口癖な人ですからね。自称、女子プロレス界の人間国宝です。バカタレが、食らうか、オラ。帰りは顔面から場外に落っこちる。なんつうか、こういうドジなところは変わっていないな。試合は終始、七重ペースだったんだけど、粘る帰りが丸め込んで3カウントを取ると、会場は大盛り上がり。帰り。人間国宝に勝ったのか。それはすごい。勝ち負けよりも、観客が大興奮するような試合ができたことが大きいと思いますよ。勝った帰りの顔の方が腫れまくっていたからね。うわ、見るからに痛々しいのぜ。激闘を制した帰りはバックステージで泣きじゃくる。ひどい顔だな。顔面ボコボコだぜ。それだけ激しい戦いをした証拠ですよ。この涙は、なんで出ているのか、わかんないです。
別に痛いとか悔しいとかそういう感情で泣いているんではなくて、よくわかんないけど、やっぱり開幕戦で相手が七重さんだということで、緊張している自分がいたんだと思います。終わって緊張の糸が切れたんですね。それだけのプレッシャーを与えてくる強敵だったってことだな。努力を積み重ね、ちょっとずつ、帰りは強くなっていく。しかし、2015年、スターダムに激震が走るんだ。これか。吉子対安川悪と、この事件にはあんまり触れたくない。だけど、避けるわけにはいかないので軽く説明する。シュートマッチが行われた結果、安川は胸骨、尾骨、左眼下底骨折などの大怪我を負った。シュートマッチって？プロレスの枠を超えた危険な喧嘩マッチのこと。日本のプロレスの歴史上いくつか存在している。この試合もその一つ。一歩間違えば殺し合いになりかねない。本当に危険なんですよ。この試合はマスコミが騒ぎ立てて、普段プロレスなんか見ない人たちまで加害者である吉子を叩きまくった。そういやなんかテレビで見たような気がする。でもこれ、帰り関係ないだろ？いいや、団体ごと叩かれたんだ。これは暴力だとかいじめだとか、ネットでも大騒動だった。全く関係ない人たちが夜中まで抗議の電話かけてきて事務所は大変だったらしいよ。マスコミもマスコミで世論を煽るんですよね。この時はスターダム存続の危機だった。連日の報道に嫌気がさした選手が5人も退団した。そんな大変な時期に、帰りが立ち上がる。選手会長に就任して、動揺する選手たちをまとめていくんだ。ファンの皆様をはじめ関係者の方にご心配をおかけしましたこと、お騒がせしてしまいましたこと、スターダム選手会より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。これ、当事者でもない選手が謝ることか？選手のみならずファンも離れる大事だったからね。何が何でも騒動を沈静化させなければならなかった。誰か個人にだけ責任があるわけではありません。事件が起こったこと、結果的に吉子さんに引退という決断をさせてしまったこと、これらの責任はスターダムという団体、選手全員にあります。選手を守るため、そして会社と選手をつなぐ役割を果たせるよう、選手会としてもより努力し、考え、力をつけていきたいと思っています。帰りは選手会長として残った選手たちの心をケア。選手間の絆を深めていく。ロッシー社長や風花ゼネラルマネージャーと共に、団体存続のピンチを乗り越えていくんだよ。立派ですね。ここから帰りの怒涛の快進撃が始まる。白井伊代に勝って、団体最高の赤いベルトの王者に。伊吉会選手ですね。WWE の。で、白の前に赤取ったんですか。すごいですね。赤？白？基本的に最高位のベルトが赤で、最強。中間位のベルトが白で、若手とか中堅の選手が目指す感じですかね。赤いベルトの防衛戦では、かのレジェンド、里村芽衣子と死闘を繰り広げた。強いのか、この人？女子プロレス黄金期の最後のスターですね。むちゃくちゃ強いです。武士みたいな人ですよ。2015年は悲願の5スターグランプリ優勝。なんだその5スターって？新日本の G1 クライマックスみたいなものですよ。それも知らん。伊代、帰り、岩谷で、スリーダム結成。この時がスターダムのピークだというファンもいる。伊代も帰りもいずれアメリカに行っちゃいますからね。この時期に帰りはある選手と出会っている。EV。後に改名して、ダコタ会。ダコタとはダメージコントロールで仲間になるんですよね。3人いるぞ。一番右がダコタです。真ん中は松本博代かな？左は、ケリースケーター。そう言おうと思ってた。2016年に帰りは白いベルトを巻く。伊代が赤で、帰りが白って印象あります。なんか。長期政権を築いただけでなく、試合内容も良かったからね。白が似合うよな、帰り。そんな帰りに、ある人物から連絡が入る。なんか今、日本人の女子選手探しているみたいなんだけど、興味ある？興味は、あります。誰だ、こいつは？中村慎介。新日本のトップレスラーだったんですけど、WWE に移籍して大活躍しています。帰りは悩んだ末、WWE の日本公演に顔を出すんだ。中村の紹介が効いたのか、公演前の空き時間にテストの試合が行われる。相手はエンバームーンだったそうだよ。今は別の団体で、アテナって名乗っているけどね。強そうだな。運動神経抜群の選手ですよ。帰り対エンバーの試合は好勝負だったらしい。帰りはあっさりとテストに合格する。すげえな。帰りはロッシーに WWE に行きたい旨を直訴する。ことの顛末を初めて聞いたロッシーは驚いて、帰りと6時間も話し合ったという。ここまで会社を通さずに動いていたのか。すでに帰りは人気選手になっていますからね。社長としては、是が非でも引き止めたいでしょう。存分に話し合った結果、ロッシーは帰りの WWE 行きを認めるんだ。このじいさん、話がわかるじゃん。去る者は追わず。
来る者は拒まず。そういえば、ロッシーはよく言ってますね、このセリフ。いろいろあって渡米の日、ロッシーは帰りを空港まで送って。プロレスは世界共通だから、必ず気持ちは伝わるから。実はロッシーも WWE の大ファンなんだ。長い旅に出ますけど、成長して必ず帰ってきます。こうして帰りは太平洋を渡る。女子革命が起きている WWE に向かって。さっきの選手も強そうだったけど、アメリカにはもっと強い選手がたくさんいそうだぜ。アメリカのみならず、世界中から優秀な選手が集まっていますからね。辛い時、苦しい時、私は帰りの勇姿を思い出す。帰りはもともと落ちこぼれのレスラーだった。でも、一つ一つの技を10年以上も研鑽していった。彼女は小さい体で、強大な敵にも果敢に立ち向かっていく。それを思い出すだけで勇気をもらえるんだ。ユズポン、ナナエ、ブル、中村ら、数多くの出会いが彼女を成功に導いた。それは彼女自身が素直で優しくて親しみやすい性格だったからだと思う。佐野次郎の独演会が始まったぜ。ガチで好きなんですね。キリのいいところで今回は締めるよ。反応が良かったら続きの動画作る。続きが見たい人は、チャンネル登録、よろしくお願いします。コメントなんかもどしどし書いてくれ。縁があったらまたお会いしましょう。おまけコーナー。かわいい諏訪子だよ。いつも通り、私がおまけコーナー担当するよ。それにしてもお前、アニメヒロインやってるチャンネルで帰りせんって、ぶっ飛びすぎだろ。だって好きなんだもん。私の帰りへの愛は誰にも止められないのだ。知れば知るほど好きになる。そんな素晴らしい女性。実在の人物だけど、多くの人に知ってもらいたくてさ。日本だと知られていないよな、案外。暗黒期にプロレスファン自体が大幅に減少したせいか、私の会社でも帰り知っている人いない。黄金期の北斗とかアジャなら、みんな知ってるのにな。でも、ようやく日本でも光明が見えてきて、復興期に入り始めている感じはする。水着。賛否あるけど、こういう企画のおかげで、日本は暗黒期を乗り越えることができたんだ。お前みたいなエロ親父が買うんだよな、こういうの。興行を継続するためにも金が必要だったんだ。水着になって金になるならそれでいいじゃないか。それにしても帰りは海が似合うな。学生時代、ヨットの選手だったくらいだからね。趣味がサーフィンの中村と気が合うのは当然かもね。かわいい。かわいすぎて鼻血出そう。日本ってこういう文化が定着してるから、プロレスラーが水着になっても違和感はない。もともと水着みたいなコスチュームでいつも戦っているしね。観客に向かって、I love you を連呼する帰り。ひでえ英語だな。発音がむちゃくちゃだよ。彼女は英語が得意ではない。でも、彼女はユニバースを愛しているんだよ。そうだな。つうわけで、これにておまけコーナーも終わり。さようなら。